おだすこんちこんばんポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、最強姉妹キルで改めて今回検証やれよやっていきたいなと思います。いやー、このガチャ来ちゃいましたよね。いやー、これいいよね。ラームも両足でエッジクロスできちゃうしね、シュマイケルも確実にもう最強ですからね。もうこれは絶対引きたいって感じだもんね。まあ今回はですね、このシュマイケルにちょっと注目していきたいんですが、今までもね様々な検証をやってきたんですけども、これはね25になってからまだやっておりませんので、しっかりと25もねやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットしてですね、そのまま今回やっていきます。キーパーは決定力90のハイフメッシで絶好調でやっていきます。キーパーは新シュマイケルで普通で使っていきたいな、調子は普通でやっていきたいなと思います。能力別にですね50本ずつ検証してきました。パワーゲージは半分前後となっていきます。枠外ポストとかこの辺に関してはですねノーカウントという形でやっていきたいなと思います。以前これと同じ検証をですねゾマーでもやってはいるんですけど、この時7割8割ぐらいね入っちゃってたんで、そこもねちょっと注目していきたいなと思います。でちなみになんですけど、以前24の時にね検証した時はね、やっぱコラプシングゴールキーパー3がね強かったが今回に強かったというか、コラプシングがというよりキャッチングかな。キャッチングが強かったっていうのが正式なところなので、今回もこのキャッチングが猛威を振るうのかっていうところですね。ここに注目していきたいなと思います。X の方で投票してくれた方もありがとうございました。結構割れましたね。はい、皆さんどう思いますか？この辺も予想しながら見ていただければと思います。まずはですね、初期値ですね。何も育てていない状態でやっていきたいなと思います。これでも結構強いんですけどね。前回のゾマーがね結構衝撃的だったので、はい、見ていただきました。でもね結構止めてたかな。ゾマーよりは少なくともかなり止めてたかなちょっと悲しいかなって感じだけどね。はい、一応結果見ておきましょう。こうなりました。はい、これが、初期値の段階ですね。でも6割ぐらいは入ってたかなというところですかね。はい、なのでこれがですね基準になります。こっからどう変わっていくのかというところで見ていきましょうか。はい、まずはゴールキーパー1のセンスから見ていきましょう。ここからですね、ゴールキーパー1に14振った場合ですね、ゴールキーパーセンス101になってます。ジャンプもね上がってるっていう状態になってますね。このジャンプもね結構どれだけ影響あるんだっていう話にもなるんですよね。はい、見ていただきました。どう思ったよりじゃなかった。なんかそんな止めてなくないのかなって思ったけど、結果はこうなりました。あれゴール失点率変わんないよあれなんだろうね、ゴールキーパーセンスあんま関係してないのかな。今回だとそんな発揮できずみたいな感じなのかな。その可能性はなくはないですけどね。っていうかこうなってくるとですね、他が心配ですね。これゴールキーパー2と3で結果出んのかみたいなところですけど、やっていきますか。ゴールキーパー2に振った場合ですね、今回ねちょっと間違ってね2振りすぎちゃって、これクリアリング100まで上がっちゃってます。でもディフレクティング99なのは変わんないので、そこはいいでしょうということで見ていきます。はい、見ていただきました。弾いてはいたよね。確実に弾くの多くなったなって印象でしたけども、どうですかね。なんかね24の時正直ディフレクティングかなり分かりにくかった能力なんで、そこは良かったかな。結果見ていきましょう。はい、いいですねいいですね。はいゴール失点率もだいぶ下がってるかな。だからやっぱり効果があるとちゃんとデータに出るんだね。ってことはやっぱセンスあんま関係ないのかもしれないね。ただね若干キャッチ減ってるのはちょっと気になるかな。ちょっと次行きましょう。はい、最後ですね、ゴールキーパー3に振ってます。コラプシング101、そしてキャッチングですね。キャッチングが今回97まで上がってます。いやこれはね実際強いと思うんだけど、どうかな。はい、見ていただきました。いや確実にキャッチの範囲広いぞそれ取るんだみたいなの結構あっ
ったな。ということでじゃあ結果見ていきましょう。こうなりました。はい、ということでちょっと細かく見ていきますか。まず失点率のとこ見ていくとですね、ここはゴールキーパーにディフレクティングのやつですね、これが1位でした。ただね、ここはねゴール数に関して1本差ではあるので、誤差といえば誤差かなって感じですね。はい、で次がキャッチングなんですけど、キャッチング見るとね圧倒的にやっぱり3が強くなってましたね。これね注目したのがここでセーブ率が下がってないんですね。初期値と比べて下がってないのが偉いですね。はい。で、セーブだけ見るとですね、セービングに関しては圧倒的にゴールキーパーにディフレクティングがやっぱ強くなってましたよと。たださっき言った通りですね、失点率が下がってる一方でキャッチも下がってるんですよね。数本といえば数本なんでね、そんな気にすることないかもしれないんですけど、若干気になるなと思ってます。で、あとはゴールキーパー1どうしたこれどうしたね、なんだろうね。これ、どうだろうな。この検証ではちょっと良さというか、生きてこない部分が多かったのかなっていう気はしておりますね。今までの検証では手の出し方がうまかったって印象ありますね。ドロップシュートとか、そういった変則的なシュートに関しては、ゴールキーパーセンスが良かったってイメージありますけどもね、数字には出なかったかもしれないですね。で、一応初期値と比べるとこんな感じで、大雑把なとこなんですけどね、こうやって比べておきました。こう比べておくとね、なんとなく、見えてくるんじゃないかなと思うんですけど、あくまでデータ上の話なんで、ちょっとね、いつももったいないと言ってんで、比べていきましょう。はい、まずディフレクティングとコラプシングのとこなんですけど、これね、キャッチのとこ、同じ位置、同じパワーゲージぐらいでね、ちょっと持ってきたんですけど、これね、ディフレクティング弾いてて派手なんですけど、これ、重ねてみると、ほぼ同じなんだよね。むしろキャッチングの方が遠いかもしれないけど、なので弾いてるボールもちゃんとねキャッチできてるんですよね。で普通に考えてキャッチできるとですね、こぼれ球ないし、なんならマイボールになるんで、その後攻撃もできるわけですよ。ってなったらかなり大きいよね、やっぱり。で逆に言うと、もちろんセービングは冷静に考えてみたら危機を出しただけなんで派手なんだけど、基本的にはやっぱ相手ボールだし、ピンチは続くわけですよね。そう考えると、一つのキャッチ、一つのセービング、ここのね価値の差っていうのはちゃんと明確にしといた方がいいかなと思います。で元はといえばキャッチできないからこそセービングするんですけど、ただ今回の検証を見る限りですね、能力次第でやっぱキャッチはできちゃうわけですよ、このセービングしてるところも。って考えるとちょっともったいないよねっていう感じで、明らかにセービングがねキャッチより遠いところをね弾いてるシーンっていうのがねほぼなかったのよね。それもやっぱりって考えたら、じゃあキャッチできた方がいいよねみたいな考え方にはなるかなと思ってます。あともう一つ持ってきたんですけど、赤いのがゴールキーパー1、その後ろがゴールキーパー3で、一番後ろにいるのがゴールキーパー2みたいな、どれでも正直あんま変わんないんですけど、同じようなとこ持ってきたんですけど、このシーンね、失点シーンなんですけど、わかるかな。モーションがほぼ同じなんですけど、強いて言うならゴールキーパー1がね反応早いのかなって気するんですけど、その後ね結局同じモーションで飛び込んでて、あんま気のせいかな。なんか遠くまで手が届いてる方はそういうことでもないので、そう考えるとね、なんだろうね、この辺のシュートはもう差が出ないのかもしれないですかね。はい。というところで結論です。今回を防ぎたいならゴールキーパー321の優先順位とします。はい、ということで見ていただきましたけども、初期値でもねやっぱキャッチできそうなやつをゴールキーパーにはね弾いちゃったっていうのがちょっと気になりましたね。圧倒的にね遠いシュートも弾いてたら別なんだけどね、とか言ってるんですけど、ゴールキーパー2の別にネガキャンをしたいわけではないんですよ。はい、ゴールキーパー3のねもう良いところだけではなくて、ちょっと見ていくとこれ見てほしいんですけど、これね、はい、わかりますか。これねめっちゃ下手弾くのめっちゃ下手ド下手やんかっていうくらいの感じなんだよね。なのでこういうところはねやっぱり初期値とかでもあったりとかするかな。で逆に言うとゴールキーパー2のやつなんですけど、これねクリアリング100なんですよ。間違えて100までやっちゃったんだけど、こういう弾きもあるんですよ。はい、これもう詰められたら終わりですからね。なのでクリアリング100だってこういうことになったりする。これはねどの能力でも同じです。どこまで上げててもですねこういうことはあったりするし、これ入っちゃうんだみたいな瞬間っていうのは絶対あると思うので、その辺は知っておくとね試合中イラつかなくて済むかなと思いますので参考にしてみてください。であくまでこれは一つのシチュエーションでの、検証の話にはなりますから、
これがもちろん全てではないですし、試合中ねこんなド不利なシーンがあるかっつったらないんですけど、これはあくまで今回に対する対応力っていう部分でね見た話になりますから、そういった意味で参考にしてみていただければなと。で育成に関しては前回出した動画こちらの通りで変わんないかな。やっぱりコラプシングとかを強めにしてあげると良いのかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、というところでですかね、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、というところで最後雑談をして終わりたいなと思います。はい、ここから雑談になっていきます。せっかくなんでね、西部キャッチング集で今日はお別れしたいなと思いますけども、久しぶりにこれがっつり検証やったんだけど、やっぱね、めっちゃ時間かかんだよね、これ。今回50分やったんだけど、これ一つの能力やるのにね、だいたいね、1時間ぐらいかな。全部取るだけで言うと45分とか50分とかかもしれないかな。でその後これ一つ一つこういう風にねカットしてまとめてってやると、やっぱ1時間一つの能力で1時間ぐらいかかってるかな。ちょっとがっつりやれて、ちょっと合間合間でやってるんであれなんですけど、はい、なのでちょっとねほんと頭おかしいよねちょっとね頭おかしいなと今日ほんと思ったな。なんか途中でね、なんか何やってんだろうって思い始めたでも皆さんこれでね参考になればと思いますので、ぜひよかったら高評価チャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。はい、というところです。本当にそれだけが原動力になりますのでお願いいたします。はい、でまたね今後ねちょっとディフレクティングとコラプシングがね今回にやっぱ強いなっていうのが見えてきたんで、そう考えるとコラプシングとディフレクティングどこまで上げたらとか、両方上げたらどうなるんだろうとかね、ちょっといろいろ見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。またねこういう方法をやってほしいとか、こういう研修やってほしいとかあれば教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録ですねを忘れずにしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね今回の研修についてやってきました。実際今回が一番打たれること多いのかな。ちょっとまたミドルシュートとかもねいろいろやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。